合後、ほとんど人のいなくなった医療エリアの廊下で、大谷翔平は静かなその瞬間、誰もわざわざ会いに行くとは思わなかったある人物を探すため、不意に引き返した。これは、PNC パークに4万人を超える観衆が詰めかける中、打球速度 107.7 マイルの13号ホームランを放ったその試合である。9イニングにわたる緊迫した展開の中、すべての視線は彼に注がれていた。しかし、フィールドを後にした後も試合用の帽子を手元に残したという静かな判断こそが、チームメイトたちを本当に驚かせた。では、その前に何が起きて大谷はこの廊下へ戻ることになったのか。そして、どんな小さな行動が試合の物語を全く別の方向へと変えたのだろうか。その決断の理由となる瞬間は、試合がいつもの張り詰めたリズムに入る直前、偶然にも訪れていた。次の打席に備え、ビジターチームのダグアウト裏にあるバッティングケージの一角で準備していた時、大谷は頭を下げて手袋を直し、青いドジャースのユニフォームの襟の後ろは汗でびっしょり濡れていた。乾いたスイングの音が響く。その時、パイレーツの女性医療スタッフが自ら近づいてきた。激しい競争の場で、ユニフォームの色を超えた交流などほとんどない空間の中、彼女はそっと水の入ったコップを差し出し、小さな声で言った。お水、少しいかがですか？大谷は数秒、わずかに動きを止めた。彼女を見て、両手でコップを受け取り、いつもの習慣通りに頭を下げて答えた。ありがとうございます。本当にありがとうございます。声は小さいながらもはっきりしていて、あまりにも丁寧な反応に女性は少し戸惑いながら、いえいえ、これが私の仕事ですから、と返した。大谷はただ、優しく微笑んだ。少し離れたところで、ムーキー・ベッツがダグアウトの手すりにもたれながらそれを見て、くすっと笑った。あいつ、いつもああだよな。隣にいたフレディ・フリーマンが聞き返す。どういう意味だ？ベッツは、女性スタッフに頭を下げる大谷を見ながら言った。翔平は、誰に対しても同じように大事に接するんだ。フリーマンは数秒黙り、それからうなずいた。だからどこに行っても愛されるんだな。数分後、大谷はフィールドに出てミッチ・ケラーと対戦し、3回に391フィートのホームランを放ち、ライトセンターのスタンドに叩き込んだ。しかし勝利後、いつものようにファンへ用具をプレゼントする代わりに、彼は微笑むだけで、まだ頭にかぶっている試合用の帽子をしっかりと手放さなかった。ベッツは眉を上げていった。待てよ、今日ちょっと変じゃないか。フリーマンは笑いながら、グランドスラムを打つより珍しいな、と返した。約20分後、医療エリアの廊下がほぼ空になり、女性スタッフが片付けをして帰る準備をしていた時、背後から足音が聞こえた。振り向くと、ドジャースのユニフォームのままの大谷翔平が立っていた。大谷さん。彼は近づき、試合で使っていた、あのホームランの時にかぶっていた帽子を脱ぎ、それを彼女に差し出した。これ、あなたに。女性は驚いて目を見開き、信じられない様子で聞き返した。私にですか？大谷は優しく微笑んでうなずいた。はい、今日はあなたが助けてくれました。彼女が、でも、ただの水一杯ですよ、と首を振ると、大谷はとても落ち着いた声で答えた。あれがなければ、今日のホームランはありませんでした。彼女は彼の手の中の帽子を見つめ、ためらいながら言った。受け取れません。しかし大谷はすぐに手を振っていった。どうか受け取ってください。そして、もう一度深く頭を下げ、ありがとうございました、と言った。彼女の目は赤くなり始め、宝物のように両手で帽子を受け取った。これ、息子に持って帰って、この話をしてあげます。大谷は穏やかに微笑み、最後に一礼した。良い夜をお過ごしください。彼は背を向けて立ち去り、二人以外には誰も目にしていない静かな瞬間だけが廊下に残った。試合後、クラブハウスの簡易インタビューエリアで、まだ勝利の余韻が残る中、ムーキー・ベッツはダグアウト裏で起きた出来事について聞かれた。彼は笑いながら首を振り、こう語り始めた。正直言って、驚きはしないよ。だって相手は翔平だからね。でも、こういうことを目の前で見るたびに、やっぱり特別だと思うんだ。あの時俺は手すりにもたれて、バッティングケージのすぐ横にいた。彼は汗だくで、
ケラーと対戦するために出ていく直前だった。すごく緊張している場面さ。そこにあの女性が水を持ってきた。で、何が一番印象に残ったかわかるか？彼は完全に動きを止めたんだ。ただ手を伸ばして受け取って軽くうなずく、みたいな感じじゃない。すべての動作を止めて、まっすぐ彼女を見て、両手で受け取った。形式的なものじゃなくて、その瞬間を本当に大切にしていた。これだけのレベルの試合だと、普通は集中力に飲み込まれてしまうものだけど、彼は違った。司会者は隣に立つフレディ・フリーマンに話を振る。彼は一瞬考えてから、自分の経験と結びつけて語った。いいかい？俺はこのリーグで長くプレーしてきて、ビジターでの試合のプレッシャーがどれだけ人を押しつぶすか分かっている。外には4万人の観客がいて叫んでいる。こういう行動はトップレベルの試合には必要ないと思っていたんだ。頭を冷やして、周りを無視して、自分のスイングに集中しなきゃいけないって。でも、明らかに俺は間違っていた。翔平が相手チームのスタッフに、水一杯のために頭を下げて感謝しているのを見て、彼の集中力は全く別の次元にあると気づいた。その直後、ベッツが続けて、試合終了後の大谷の様子を振り返った。その通り、それは試合後まで続いてた。クラブハウスで片付けてる時、彼がずっと帽子を手放さないのに気づいたんだ。普段ならグローブや帽子をスタンドのファンに投げてるのにね。今日は何もあげないのかって聞いたら、ただ笑ってさ。その時はわからなかった。今日のホームランは芯で完璧に捉えたから、記念に取っておきたいのかなって思った。でも今ならわかる。あれは渡すべき人のために取っておいたんだ。記者がこうした行動がチームに与える影響についてさらに尋ねると、フリーマンが締めくくった。野球は数字のスポーツだ。人はスコアボードを見るし、107マイルの打球速度や391フィートの飛距離を見る。でも、スコアには出ないものもある。チームを作るなら、全員にそれを見せて、持ち帰ってほしいんだ。相手からもらった一杯の水を大切にする。それこそが、優勝チームの土台になる。試合後の MLB ネットワークの分析番組で、司会者は話題となっている、帽子の物語について問いかけた。解説者ハロルド・レイノルズは、この出来事に対する見方の明確な対比から語り始めた。いいかい？この話を聞いて、多くの人は、なんだ、小さなことだ、水一杯とお礼だけじゃないか、と言うだろう。でも、大谷のその行動は、選手としてではなく、人としての彼を物語っている。私たちはさっきまで番組の半分を使って、ミッチ・ケラー相手のあのスイングを分析していた。体をしならせながら、それでもボールをスタンドまで運び切ったあの打撃だ。でも、私に考えさせたのは、あの医療エリアでの瞬間の方なんだ。画面にダグアウト付近の映像が流れる中、レイノルズは競技文化の観点からさらに踏み込んだ。このリーグの背景を理解する必要がある。アメリカの野球では、両チームの境界ははっきりしている。特にビジターで、4万人の敵対的な観客の中でプレーしているときはなおさらだ。フィールドに入れば戦うためにいる。だが、大谷の反応は日本的な精神を持っている。どちら側にいるかに関係なく、感謝を示す文化だ。彼はその女性のパイレーツのユニフォームを見たのではない。疲れ切った自分に手を差し伸べてくれた一人の人間を見ていたんだ。司会者が大谷にかかるプレッシャーについて触れると、レイノルズはこの稀有な対比を指摘した。その通り、それが確信だ。この対比を見てほしい。彼はフィールド上で最も危険な打者の一人だ。一振りで試合の流れを変えられる存在で、すべての投手が警戒する。巨大な契約の重圧も背負い、戦力が欠ける中で打線を支える責任もある。それなのに、まさにその嵐のど真ん中にいながら、フィールド外の最も小さなディテールに目を向けている。医療スタッフの顔を覚え、水一杯のことを覚え、すべてが終わった後にわざわざ探しに行く。その心の静けさは、教えられるものではない。番組の締めに向けて、彼はリーグの未来を象徴するような結論を述べた。私たちはいつも野球の顔となる存在を探している。もし MLB が新しい世代のスーパースター像を求めているのなら、それはまさにこれだ。プレーの仕方だけではなく、スターの価値の定義そのものだ。シーズンで50本のホームランを打つことはできるかもしれない。でも、
ビジターの球場で清掃スタッフや医療スタッフにどう接するか、それこそが人々の記憶に永遠に残るものなんだ。